ずんだもん先輩、朝から強い相手の話って目が覚めるじゃん。昨日の引き分けで、もう次の相手がブラジルってところが一気に現実感あるのだ。最初から空気が張り詰めてるわね。膝の話もあるし、見どころは多いわ。昨日の引き分けで、もう決勝トーナメントの空気になったのだ。相手がブラジルなら、朝から気が引き締まるわね。大会前の部活みたいに、次に向けて頭を切り替える感じじゃん。ナッシュビルで、決勝トーナメント1回戦のブラジル戦に向けて動き出したのだ。移動前に体を整えておく流れね。相手がブラジルなら、そこは丁寧に行くわ。メタン先輩、そういう締め方ほんと容赦ないじゃん。全体練習に入ったのは、スウェーデン戦に出なかったメンバーだけなのだ。冨安や佐野がボール回ししていたって、守りの形を確かめてるのが見えるわね。前に出る練習だけじゃなくて、後ろからのつながりも大事ってことじゃん。攻撃の練習では、ゴール前の連携を確認していたのだ。一発の力任せじゃなくて、そこを合わせるのが勝負どころよ。サッカーって、最後の一歩より前の合わせ方で決まることあるじゃん。僕、決勝トーナメントって、次に負けたら終わりって感じで、一気に空気が変わるのだ。その感覚は合ってるわ。だからこそ、細かいズレを減らしたいのよ。そうそう。リーグ戦と違って毎回がほぼ最終チェックみたいじゃん。クボはきっちり出て、ランニングとボールを使った別メニューだったのだ。膝を気にする仕草もあったなら、無理をしない方がいいわね。そこはやっぱり心配じゃん。戻り方を急がないの。大事だよね。スウェーデン戦に出た選手たちは、ホテルで回復に回ったのだ。走る人と休む人を分けてるの、かなり賢いわ。試合前に全部を一気にやらないの。ちゃんとしてて安心じゃん。翌日もナッシュビルで練習して、その後ヒューストンへ移動するのだ。試合は今月29日、日本時間では30日よ。ブラジル戦まであと少しって聞くと、こっちもそわそわするじゃん。次は北京で起きた、まだ輪郭がはっきりしない話なのだ。私は、当局の話が出るまで落ち着いてみるわ。映像だけが先に広がると、ちょっと落ち着かないじゃん。複数の香港メディアは、北京の中心部にあるシティクタワーに小型機がぶつかったと伝えているのだ。小型機って乗る人が少ない小さめの飛行機と思えばいいわね。ビルに当たったかもしれないって、かなり大きい話じゃん。ビルの上の方から、破片みたいなものが落ちる映像も出ているのだ。写真では高層階の一部に穴のようなものも見える、と報じられているわ。見えるものは出てるのに、当局の話がまだないのが余計に気になるよね。中国の SNS では、関連する投稿が消されたみたいなのだ。情報の流れが急に細くなる感じはするわね。だからこそ、断定はまだ早いわ。こういう時は、流れてきた話をそのまま広げない方がいいじゃん。ビルの周辺では、警察官が警戒して通行も規制されていたのだ。高さ528メートルの建物だから、もし上の方で何かあれば影響は大きいわ。でも、ここまでで確かなのは、まだ詳しくわからない。ってことだよね。だからこそ、先に決めつけずに続報を待つのが一番落ち着くのだ。次は山梨の地震の話なのだ。この手の話は、落ち着いて状況を見るのが先よ。揺れの話って、数字が小さくても全然小さくないじゃん。午前6時時点で、山梨県などで合わせて10人が軽い怪我をしたと確認されたのだ。山梨のほか、神奈川や静岡でも軽い怪我が出ているわね。東京でも報告があって、今確認当たってことか。震度6弱って、ただの、ちょっと揺れた、ではないのだ。そうね。体感としてはかなり大きかったはずよ。6弱って聞くと、つい怪我の数と混ざりそうになるけど、揺れの強さの話なんだよね。そこを混ぜるとややこしいのだ。震度は揺れの強さで、怪我は被害の結果なのだ。家の中だと、落ちたものや倒れた家具で体調を崩すこともあるから、部屋の中の安全は大事ね。アーシは、スマホの充電と懐中電灯の置き場所だけは普段から決めとく派じゃん。揺れた後のエレベーターは、
あと、公式の情報を見ながら、必要なら家族や友達の無事を確かめるといいわ。こういう時こそ、早く落ち着いて動ける準備が大事だよね。ちょっと豆知識なのだ。日本代表の青って最初から今みたいに定着してたわけじゃないのだ。そうなの？最初の国際試合では東京高等師範学校のエビ茶色のシャツをそのまま使ったのだ。え、今のイメージと全然違うじゃん。それから1936年のベルリンオリンピックあたりで淡い青が使われて、それ以降に青が定着していったのだ。ずっと同じ色だと思ってたわ。しかも今の青をなぜ選んだのかは資料が残っていなくてはっきりしないのだ。理由がわからないまま今の形になったの、ちょっと面白いよね。今日はどの話もまだどうなるかを見るが大事だったのだ。情報が少ない時ほど決めつけないのが一番よ。概要欄にリンクもあるから、気になったところはコメントで教えるね。じゃあまたなのだ。